を作りましたが、最新の技術を使って、いい感じに杭を発射できるようにしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは、作っていきましょう。まずは、黒さんが開発した非接触接合機を使って、こんな感じで2つのベアリングを離してくっつけます。軸同士を接着して、間にガーリンを1枚挟んだら、接着操作を行うと、よし！ベアリングの軸が繋がったまま、2つのベアリングが離れてくっつきました。持っているだけで謎の力を感じますが、こちらを固定して、接着と解除を繰り返すと、軸の部分が一瞬で移動します。これをパイルバンカーの仕組みとして利用しようというわけですね。試しにタングステンの刃をつけた状態で、ゴムの塊に当ててみると、なかなかの威力で攻撃できました。貫通して突き刺さっています。もう一度突き外しをすると、戻ってきました。今度はタングステンの塊をつけて、動く部分を重くしてみると、複数繋いだ刃がダメージを与えて、ゴムを破壊してくれました。これならなかなか強そうです。そこで、私が持てるようにするグリップと、ベアリングを使った付け外しできるトリガーをつけて、手に持って撃てるようにしました。しかし、地面との固定を解除して、持とうとすると、ダメですね。パイルバンカーが謎の動きをして、なかなか持つことができませんし、持てても支えることができません。どうやら、重くなればなるほどこの謎の力が増して、まともに持てなくなるみたいです。この力を弱めるために、ベアリング同士の距離をもう少し短くしてみましょう。こうすると射程距離は短くなりますが、謎の力は弱くなって、持てるようになるんじゃないでしょうか。地面との固定を解除すると、おっと、相変わらずの暴れようです。まともに持つことができないので、さらに、木の板で私の周りを囲むようにして、コンデンサとタングステン、トリガースイッチを使った着火装置で、すぐ燃え尽きる松ぼっくりを組み合わせた棒に点火して、連続して杭が動くようにしてみました。いい感じに杭が前後してますね。これならどうでしょうか。早速使ってみると、こちらもダメです。謎の力が消えたわけではないので、うまく狙いが定まりません。しょうがないので、最初に作ったベアリング同士の距離が長いものを改造します。軸が後ろにある状態で固定した後、後ろ側のガーリンを消去することで、固定している部品が消えると、一回だけ杭が前に飛び出るようにしました。この構造だと、何度も撃つことはできませんが、ベアリングの謎の力は発生しないので、持って撃つのは簡単なはずです。早速持ったまま、石に向かって発射すると、発射後に杭の軌道がブレています。こうならないように、少し距離を離した2つのベアリングのガーリンを用意して、同じ構造の杭をもう一つ連結します。それから、2本あった杭を中心に1本にしてまとめることで、まっすぐ飛び出るようになるんじゃないでしょうか。せっかくなので、松ぼっくりの代わりに火薬を取り付けています。固定した状態だと、問題はなさそうなので、私の手に持って発射すると、おっと、軌道がぶれて飛んでいきました。火薬の反動が悪さをしているみたいなので、火薬ではなく、すぐ燃え尽きる松ぼっくりを使った構造に戻しました。しかし、こちらを発射しても、やはり軌道が上にずれるので、私の体を囲むゴムのパーツを追加して、グリップやトリガーの位置を上にずらしてみると、これならバッチリ当たります。持つ位置も軌道に影響するんですね。こちらを使って、なるべくターゲットに近づいて撃ってみましょう。いきますよー。うわ
後ろに吹き飛びました。それだけすごい反応が発生しているということです。威力が高いのも納得ですね。それなりに射程がありますし、大ダメージを与えられるのを確認できたので、これでパイルバンカーは完成です。カメラに向かって撃ってみると、一瞬で杭が飛び出ています。でも、かするように当てると威力は低いですし、ダメージも安定しているとは言いづらい不安定な武器みたいです。そしてロボットを狙うと、動いているので当てるのは難しいですが、うまく当てることができれば、パーツが砕けて吹っ飛んでくれました。威力が高いのがわかりやすくていいですね。今までのパイルバンカーより、杭がかなり長くなっているので、それなりに射程があるのもメリットです。ロボットを破壊するのは十分楽しめたので、いつものように巨大な木から狙っていきましょう。一撃で倒せないこともありますが、うまく当てればちゃんと破壊することができました。そしてドローン工場の壁もしっかり針が刺さって一撃で破壊完了です。もちろん風力発電機の方も楽勝でへし折ってくれました。止まった相手にはなかなか強いです。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙ってパイルバンカーで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。予想通り一匹だけです。伸びた方を振り回せば残ったザコキャラを倒すこともできますが、発射する杭を当ててもザコキャラが加輪せいで威力を経験しているのか、ダメージもいまいちでした。重い相手の方が得意みたいです。それでは最後はイエロースライムに効くようにつなげた銀の刃を杭の前に追加したら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。よく狙って発射やったー 16,135 ダメージ。巨大スライムを倒しました。しっかり銀の刃がめり込んで一撃で倒してくれたみたいです。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よーし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたパイルバンカーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー